ラーメン屋さんとかもあるんですけど、麺六さんとふもとさんは僕近いですし、めちゃ好きなんでよく行きます。ふもとさんは中華そばなんですよ、普通の。それとも何種類かあると思うんですけど、中華そばが一番美味しくて、チャーハンが僕も好きなんで、チャーハンも美味しいんで。全粒粉というスーパーファインを掛け合わせてからでこの粉同士で回すって感じです。回ってからでいい？ OK です。大量か。2人。はい。でも文化にしたらめっちゃ当たり前。最低1日以上は寝かすようにしてます。これはもう明日以降。そうですね。使うのは絶対に明日以降になるようにしてます。3年目で2年半目ぐらいです。ずっともう彼がやってくれて、そうですか。最近は他のスタッフにも教えてるんですけど、はい、じゃあもうお店の麺の味は彼になってる。そうですね。まあレシピとかもともと決まってたんですけど、細かい微調整とか。今現場でもろもろ見たんですけど、これとすいません、めちゃくちゃ頼みます。ありがとうございます。
馬が好きではあります。思い出はもちろんありますけど、全店同じですね。ちゃんとできてなかったらお客さんが来て、その1号店やからみたいな感じじゃないじゃないですか、お客さん。全店同じですね、そこは。はい。ごめんなさい。店名が中華そばふもとで、思いは麺六っていうところでアルバイトしてたんですけど、その麺六の六っていう字をもらいました。はい、のれん分けのような形です。そうですね、学生時代、大学生時代なんですけど、麺六でアルバイトしていました。就職活動とかもしてたんですけど、それ自分でやろうかなみたいな。豚と魚介のダブルスープです。煮干しですね、魚介は煮干しを100%使ってます。それ以外は大使に今ね使ったりはしてるんですけど、スープ自体は煮干し1本ですね。片口、はい。でスープは豚です。はい。最初から100点とかじゃもちろんなくて、ある程度レシピ固めてで毎回最初の辺はずっともちろん現場入ってたんで、仕込みごとに一つずつ変えてってどれが一番美味しいかなみたいなのやって、そしたらだんだん分からなくなったりもしたんですけど、1年2年ぐらいで安定してきたかなみたいな。そこからもちょっと変えたりは原材料の関係で変えたりとか、もっと美味しくなるにはどうしたらいいかとか変えたりはしてるんですけど、1,2 年はずっと毎回変えるみたいな形でした。まずでもスープ決めてからその後に麺合わせました。はい。スープは割とバチッと決めてですね。麺はめっちゃちょっと個人の好みとかになるんですけど、ちょっと固めがいいかなっていうところがあって、でその固めっていうのも固めに茹で上げるっていうよりは強い小麦粉を使って食感を出すみたいなところが一つ特徴なのかなと。で土佐は一番何個か試して、それこそ製麺屋さんと相談したりして、今自家製麺なんですけど、今22番です。はい。トッピングは正直そんなに試行錯誤とかはない、シンプルに味玉、メンマ、ネギだけなんで、麺とスープとチャーシュー大体僕ここで決まるかなって思ってるんで、そこを決めて、あとはトッピングで気をてらうっていうよりはシンプルな方がいいかなっていう。動線的にもそうなんですけど、すぐ出せるんで、一番美味しいのはその出来たてっていうところかなっていうのがまず一番にあるんですけど、でも意外とこれは僕っていうよりお客さんから言われるのが、時間経っても意外と美味しいみたいな。多分それは麺の特徴みたいなところもあってだと思うんですけど、はい。過度にふにゃっとならないと言いますか、はい。加水とかもいろいろ関係してるとは思うんですけど、普通にスープもチャーシューも、でもこだわってるけど、麺ですかね。麺は結構一番試行錯誤したっていうか、っていうところがありますね。最初はとにかく必死やったんで、一個一個全部試していくみたいな感じで、今はある程度まだほんまに全然やと思うんですけど、大体これぐらいやろみたいなところがあるんで、まず8割ぐらい作ってからちょっと調整していくみたいなところ。お客さんがでもめっちゃ抽象的ですけど、損するなとか喜ばんなみたいなことはやらんとこうと思ってます。例えばこの素材に変えて別に味が一緒とかやったら別に変えたりしていいんですけど、ちょっと原価落ちるとか安なるからこれでもお客さん気づかんやろみたいな、そういう本質的じゃない考え方は好きじゃなくて、接客じゃないや、その料理の味とかそれ以外もなんですけど、それは絶対やらんかなっていう。ラーメンに関して限定じゃないんですけど、ちゃんとお客さんのためにっていう商売なんで、そこだけはぶらさんようにやろうかなっていうところはあります。美味しいの出そうみたいなところを聞くと変わってないみたいなところはあるかなって。毎日とまではいかないですけど、毎月1個これ良くしたいな、もちろん味もそうやしサービスもそうやし、そういうのはめっちゃ大事にしてるんで、いつまでもブラッシュアップっていうか改善していくのが大事かなみたいなのを考えています。麺のレシピ加水ちょっと変えたとか、食べてて自分の味覚が変わったとか、そんなんやったらあれなんですけど、もっと美味しくできんかなって言うても、別に僕その道50年の頃とかじゃないから、本当に美味しいって思ったことって知識とか増えたりするじゃないですか、食べに行ったりとかしてってなった時に、もっとこうした方がいいんちゃうかなみたいなきっかけとかは特になく、常により良くしたいっていう思いがあるからですかね。4月24日朝礼始めます。自分は責任者だったばっかりなので、自分に強い出されずに強い出すみたいな感じの方向転換して、素早く提供していけばと思います。素早くいきます。こんにちは、いらっしゃいませ。
んにちは、いらっしゃいませ。お先に食券のご購入お願いします。お先に食券のご購入お願いします。はい、お伺いします。はい、お伺いしてます。少々お待ちくださいませ。少々お待ちくださいませ。大変お待たせいたしました。大変お待たせいたしました。ありがとうございます。良い一日を。ありがとうございます。良い一日を。
お願いします。はい、1.11を合わせて、本来なら普通の間なら2ミリになるところをギュッとして1ミリにギュッと凝縮してるんで、まあ、しっかりとコクのある美味しい麺に出来上がるって感じですね。の感づいてほしい。1200食ぐらいですね。1200。はい、もう店ですか。はい。店。そうです。めっちゃ作ってるはずです。一番多い時は。店一番出るのは200食ぐらいですかね。あ、すごいですね。200食ぐらい出たら結構その日は忙しかったなって。
はい、1つ目が、四川ラーメン。八幡、京都の八幡が多分都飯店って言うんですかね。葛葉とかにもあるんですけど、そこが好きです。で理由は単純にちっちゃい頃からほんまに食べてたソウルフードみたいな感じで、なんか担々麺とはちょっとちゃうちょっと辛いラーメンなんですけど、麺細めで、はい、これがめちゃめちゃ好きですね。2つ目が京都の、木屋町、京都市木屋町らへんにある刺身の魚心ってところ、大将がめっちゃいい人で、いろいろなんかサービスとかしてくれたり、めっちゃ個人的になっちゃうんですけど、あとは刺身美味しいですね。普通に刺身の魚心ってだけあって、お待たせいたしました。中華そばです。お待たせいたしました。3戦目です。お待たせいたしました。はい。増量